絶対に叶わない。それでも、確かに存在した一つの愛の形、愛されることなく置いていく。その絶望の中で人は何にすがるのか想像してみてください。あなたは今日、高い壁の中に連れてこられました。着飾らされて、名前を変えられて、そして重い扉が閉まる。二度と外に出られないかもしれない。冷酷で閉ざされた世界。古代中国の皇宮です。今日お話しするのは、その中で生まれた誰にも言えない秘密の関係について。恋と呼ぶには切なすぎて、友情と呼ぶには深すぎる。でも確かに、そこに彼女たちの生きる理由があった。なんか、最初からずっしりきますね。どんな話なんですか？皇宮の中で生まれた大食という関係の話です。今日が終わる頃には、きっと、誰かと一緒にご飯を食べたくなると思います。まず、皇宮と宮女について整理しておきましょう。皇宮とは、皇帝の宰相や側室、そして彼女たちに仕える女性たちが暮らす宮廷の奥の区画です。そこに暮らす女性は大きく2種類に分かれます。一つは、妃嬪、皇帝の妻や側室として、寵愛を受ける立場の女性たち。もう一つが宮女、妃たちの身の回りの世話をする、いわば女官、侍女です。宮女は貴族の娘だけでなく、民間から選抜された一般庶民の娘も多く含まれていました。特に清朝では、満州族の貴人の娘の中から定期的に選考が行われ、強制的に宮中へ送り込まれることもありました。自分で選んで入るんじゃないんだね。ほとんどの場合、選ぶ余地はありません。国家による徴用に近い形です。ある日突然、お前の娘を宮中へと言われれば、断れない。家族も、本人も、そして一度その門をくぐれば、自由はなくなる。では、皇宮の規模についてお話しします。皇宮に暮らす女性の数は、時代や王朝によって大きく異なりますが、史書には3000の美女という表現が繰り返し登場します。実際、唐の玄宗の時代には皇宮の女性が数万人に達したという記録もあります。数万人、皇帝下を覚えれないやん。当時の宮殿、大迷宮、東京ドーム約70個分の広さがあります。じゃあ広々してたんじゃ。でも宮女の居住区は、ぎゅうぎゅうです。庭はディズニー7個分。私の部屋は畳1枚。天国と地獄じゃないですか。仮に、皇宮に3000人の女性がいるとしましょう。対して、皇帝は、たった一人。皇帝が夜のおとぎに召す女性は、基本的には、一晩に一人。つまり単純計算で、今夜あなたが選ばれる確率は 0.03% 以下です。これを365日、何年も何十年も繰り返す。無理ゲーすぎる。ですが、現実はもっと厳しい。皇宮は平等な抽選ではありません。皇帝の夜のおとぎに呼ばれるのは、基本的に上位層の女性たちに限られます。宮女の多くはそもそも候補ですらない。さらに、その上位層の中でも偏りは大きく、特定の人物が何度も呼ばれる一方で、一度も選ばれないまま一生を終える者もいる。例えば、楊貴妃のように、皇帝から特別な寵愛を受けた妃も存在しました。つまりこれは、確率の問題ではなく、最初から偏りが存在する世界なのです。宮女として皇宮に入る年齢は、おおよそ13歳から16歳頃、まだ外の世界を知る前の少女たちです。そして、20代に差し掛かる頃、彼女たちは静かに、でも確実に気づいてしまいます。ああ、私はこのまま、ここで置いていくんだわ。誰にも愛されることなく。ただ、枯れていくのね。お母さんにも、もう会えない。故郷の土を踏むことさえ、許されないんだ。特に明代までは、宮女は事実上の終身雇用でした。一度門をくぐれば、生きて外には出られない。そう言われていた時代が長く続きました。清代になって初めて、25歳前後で実家に帰す制度が整備されていきますが、それでも多くの女性が宮中に残り続けた。帰る場所が、もうなかった女性も、いたからです。やっと帰れたと思ったら、あんたいつまでいるのとか言われる感じ？鋭いです。当時は現代とは比べ物にならないほど、独身女性への風当たりが強烈でしたから、兄弟は家庭を持ち、25歳を過ぎた彼女には、もう座る席さえ残っていない。外に出る自由を手に入れても、戻る世界が消えていた。そういう女性も、決して少なくなかったはずです。閉ざされた皇宮の孤独は、当時の詩人たちも書き残しています。唐の白居易はこう読みました。ああ、常用の宮女たちよ。お前の苦しみはなんと深いことか。麗しい日々も、
追いさらばえた日々も、ただ苦しみばかり。若き日の苦悩、老いての孤独、そのどちらがより深いと言えようか。うつろな部屋にただ一人、果てることのない夜を重ね、一生を終えるのだ。同じ苦闘のお奨励は超新修士の中でかつて皇帝に愛された女性が忘れ去られた後も宮中に残り続ける孤独を描いています。ああ、夜が明けたか。誰も来ぬ殿の扉を、今日もまた冷たいほうきで開ける。かつては愛された、この扇。今は秋と共に忘れられ。ただ、私の手の中で、寂しくさまようばかり。空を幾からすよ。私のこの顔は、あの黒き羽にも及ばぬのか。お前は皇帝のもとで、あの光をその身に浴びて、ここへ飛んでくるのだから。詩人たち、解像度高。救助の気持ちを想像するだけで、苦しい。外にいる人間だからこそ、その悲劇を死にせずにはいられなかったのかもしれません。中にいる女性たちは、嘆く言葉さえ、誰かに届けることができなかったのですから。さて、高級を語る上で欠かせない存在が、宦官です。宦官とは、虚勢を施された男性のこと。高級という、皇帝以外の男性が立ち入ることを禁じられた空間を維持するために、必要とされた存在です。宦官になる経緯は様々でした。貧しい家庭が、生きるために幼い息子を宦官として宮中に差し出すこともあった。自ら望む者もいたと言われますが、その多くは、選択の余地のない状況に置かれた少年たちでした。宦官は宮中で、物資の管理、皇帝への取り次ぎ、宮中内の雑務と伝達、あらゆる実務を担いました。時代によっては皇帝に取り入り、絶大な権力を握る者も現れます。明代の義中権などはその典型で、一時は皇帝すら動かしたとも言われるほどです。しかし、どれほど権力を持とうとも、彼らは虚勢された男として、生涯それを引き受けて生きていく。子を持つことはできない。女性と恋愛することも、制度上は禁じられている。普通の愛を求める権利を、最初から奪われた存在でした。なんか、救助と似てるね。どんな理由でここに来たとしても、結局は自分を殺して生きていくしかない感じが。そうなんです。救助と宦官は、立場は違えど、外の世界を失った者同士でした。愛されることも、愛することも、普通の形では叶わない。その共通の孤独が、二人を結びつけていきます。ちょっと待って。そもそも救助と宦官って、どうやって出会うの？高級って、そんなに自由に動き回れるわけじゃないよね。いい疑問です。実は、彼らは同じ職場の同僚だったんです。救助の主な仕事は、妃嬪の身の回りの世話、衣の着替え、化粧、食事の準備、就寝の介助。宦官の仕事は、宮中全体の物資管理や、皇帝、妃への取り次ぎ、掃除や修繕の差配、同じ宮殿の廊下を歩き、同じ中庭を通り、毎日顔を合わせる。それが当たり前の環境だったわけです。明確な記録は残っていませんが、おそらく日々の業務の合間に言葉を交わし、あなたも帰れないんですね。と、そんな何気ない一言から、距離が縮まっていったのではないでしょうか。私だったら、これ、余り物だけど食べる？なんて差し出されたら、キュンとしちゃうかも。実際、食べ物をこっそり分け合うことはあったようですよ。そうした小さなやりとりが、彼らにとっての精一杯の愛の形だったのでしょう。そうして生まれたのが、大食です。大食とは文字通り、向かい合って食事をすること、もともとは救助同士の結びつきを指すこともあったのですが、時代が下るにつれて、宦官と救助のパートナー関係を指すようになっていきました。特定のパートナーとして互いを認識し、共に時間を過ごす関係を指します。一緒に食事をする、他愛のない話をする、同じ空間で、同じ時間を、ただ共有する、それだけのことに聞こえるかもしれません。でも、高級といる場所では、ただそれだけが奇跡でした。宦官は虚勢された存在ですから、性的な関係は前提にない。救助と勝手に男女交際をすれば厳しく罰せられますが、宦官との関係はそもそも性的になりにくいとして、半ば黙認される部分がありました。また宦官は男性ですから、触れることも本来は慎まれる場面もありましたが、でも触れられないからこそ、視線、食事を共にするという行為が深い意味を持ったのかもしれません。触れられないのはもどかしいね。そしてその不完全さゆえに、彼らの関係は時に蔑みを込めて
偽物の夫婦と呼ぶ人もいます。資料の中にもそういう表現が見られます。でも、当事者たちにとっては、そんな言葉はどうでもよかったのではないでしょうか。心が安らいだから、それだけで十分だった。実際に、宮廷の記録の中には、退職の相手を突然失った後、食事が喉を通らなくなったという救助の記述が残っています。偽物の関係が、その人の生きる理由そのものだったんです。でも、秘密の関係ってことは、バレたらまずいんだよね。例えば明の初代皇帝、朱元璋はこれを激しく嫌い、宮中の規律は非常に厳しく、宦官や宮女の私的な関係は厳しく取り締まられたとも言われています。見つかれば厳罰に処されることもありましたが、時代が下るとあまりに数が多すぎて、事実上公然の秘密、黙認されるようになっていきました。なぜか、理由については諸説ありますが、宮廷側にとっても都合が良かったからだと思います。孤独のあまり精神を病んだり、問題行動を起こす宮女や宦官が減る、心の安定剤として退職関係は機能した。管理する側から見れば、外に逃げ場のない人たちに内側に小さな温かさを与えておくことは合理的だったんです。もちろん、度を超えた関係や権力を傘に来た乱用が問題になる場合は取り締まられましたが、つつましく静かに食事を共にするような関係は見て見ぬふりをされることが多かった。管理する側もちょっと優しい部分があったんだね。そうですね。優しさのように見える部分も確かにあったのでしょう。その都合のいい隙間の中で本物の感情が生まれていたのも事実です。ただ退職は法的な契約ではありませんでした。高級の人事は絶えず動く。看板は別の宮殿へ移動になることもある。宮女が別の主人に仕えることになれば、日常的に顔を合わせることも難しくなる。入れ替わりの激しい高級では、自然消滅してしまうこともあれば、別の相手と移っていくこともある。永遠は約束されていない関係でした。明日も一緒にいられるかは誰にもわからない。そんなの怖くて隣に座ってられないよ。怖いと思います。でも、だからこそ、今この瞬間を大切にしたのかもしれません。永遠を信じられないから、今日の食事が愛おしくなる。明日がわからないから、今夜の灯火の元が特別になる。古代中国の詩に、こんな言葉があります。10日符後。灯火の元で何も語らずとも共にいる。退職という関係はそれに近かったのではないかと私は思います。話さなくていい。笑わなくていい。特別なことは何もしなくていい。ただ向かい合って温かいものを食べるだけ。冷たい石造りの宮殿の中で誰にも選ばれない夜にそれだけが生きている実感だったかもしれない。食事ってそういうことなんだ。食べるという行為は生きることに直結しています。だからこそ、誰と食べるかは誰と生きるかとほとんど同じ問いなんです。やがて、退職の関係はより進化していきます。記録は多くありませんが、特に明の時代には、最古と呼ばれるパートナーシップの形が生まれました。最古とは、看板が特定の宮女、事実上の妻として偶する関係を指す言葉です。明代の資料にもその記述が見られ、ある記録では看板が最古である宮女のために贈り物をしたり、相手の体調を気遣ったりする様子が描かれています。法的な婚姻ではない、子を持つこともできない。でも、生涯にわたり、互いをパートナーと認め合う、身体的なつながりがなくても、心はつながっていた。契約も保証もなくても生涯寄り添うなんて、強い絆だね。そうかもしれません。損得も、打算もなく、ただあなたといると、生きていられるという感覚だけで成り立っていた関係。私たちにはその心の内を完全に知ることはできません。でも、その純粋さだけは確かだったと思います。今は誰かと食事をすることは簡単なはずです。家族、恋人、友人、同じテーブルに座れる相手はいくらでもいる。でも、向かい合って食事をすることと、ただ同じ空間にいることは別のことかもしれません。スマートフォンを見ながら、なんとなく食べる夕食、イヤフォンをつけたまま、隣に人がいても遠い食卓、高級の彼女たちには選択肢がありませんでした。向かい合うこと以外を奪われていた。だからこそ、その時間が唯一の現実になった。今の私たちは逆に、選択肢が多すぎて向かい合うことを後回しにしてる気がする。本当に向き合うべき相手が誰なのか、見えなくなっているのかもしれませんね。何も持たなかった二人の方が
満たされていたのかもしれない。結婚できなくても、子供を持てなくても、明日が保証されなくても、今夜、向かい合って、温かいものを食べている。それだけで、十分だったのかもしれない。高級に生きた救助たちは、叶わない恋の中でそれでも誰かを求めました。手で触れることも、名前を呼び合うことも、簡単ではなかった。でも、向かい合って、食事をした。心で求め、心で抱きしめ、心でつながった。それは、当事者にしかわからない、綺麗な愛の形だったと、私は思います。今夜、誰かとご飯、食べたくなりました。それが、1000年前の彼女たちが、私たちに教えてくれることかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。